feel he's still alive. I don't feel the same way the police fear that he's murdered. His family don't. But somebody somewhere knows where Jamie is. 悲しげな表情でインタビューに答える男。彼の言葉に隠された重大な嘘をあなたは見抜けるでしょうか。1997年5月、イギリス北西部の都市マンチェスター。ニュース番組のインタビューに答えていたのは短髪の白人男性ダレン・ビッカーズ。彼が話していたのはつい先日この街で起きた失踪事件について。失踪したのは8歳の少年ジェイミー・ラビス。あの日バスに乗ってきたあの子が行方不明になってしまうなんて夢にも思いませんでした。神妙な面持ちでそう語るダレン。事件当日、ダレンはジェイミーをバスで自宅まで送っており、彼が姿を消したのはその直後のことだったんです。自分が家まで送り届けたはずの子供の失踪に責任を感じたダレンは以降積極的に捜査に協力。ジェイミーの家族を訪ね、なんと仕事を辞めて生活の全てを彼の探索に当てるように。そうやって過ごすうち、ジェイミーの家族とダレンの間には不思議な信頼関係が生まれていました。そう、この時は誰も知らなかったんです。実はこの男、ダレン・ビッカーズが失踪した少年を探すため生活の全てを捧げる男。赤の他人のためにそこまでの犠牲を払うその男の正体とは。ダレン・ビッカーズ。その男の言葉に何一つ真実はなかったんです。おさすけんちゃんです。いやー、みやみこんねです。ヤミオさん、ゴールデンウィークどっか行きました？行ったわよ。しまなみ海道。しまなみ海道、何があるんですか？しまなみ海道行ったことないあんた、昔瀬戸内海行ったことあるって言ってたじゃない。しまなみ海道ってあれよ、広島県から多分愛媛県だったかしら、その間をつないでる島々のさらに間に橋があるのよ。でその一通りの道をしまなみ海道っていうの。それ行くとなんかあるの？本日ご紹介するのはイギリスのマンチェスターで起こった8歳の少年ジェイミー・ラビス君の失踪事件について。失踪後にジェイミー君の家族を訪ねたある男が鍵を握っているんです。そしてこの男のジェイミー君の家族に対する態度っていうのはとても赤の他人には思えないようなものだったんです。この男、一体この少年の失踪にどんな関係があるんでしょうか。皆さんも予想しながら見ていただければと思います。小さなバス乗務員。1997年5月5日、舞台はイギリスマンチェスター郊外の街オープンショー。午後8時を回った時計を見つめ表情を曇らせていたその女性はカレン・ラビス。変ね、今までこんなことを一度だってなかったのに。カレンが心配しているのはいつも夕方5時には帰宅する息子ジェイミーがこの日はまだ帰ってきていなかったため。ジェイミーの姉の話では彼はその日母親の誕生日プレゼントを買うためバスに乗って都心のマンチェスターまで出かけていたといいます。いつもより遠出しているとはいえ一人で出かけた8歳の子供が夜8時まで帰ってこないのは明らかに異常でした。カレンは夫のジョンと2人で手分けをして近隣を探しに出ることに。しかし結局ジェイミーの姿はどこにもなく、両親は警察へ通報。警察はすぐに捜査を開始し、両親もテレビ出演して必死に情報提供を訴えかけました。そうやって一家が気が気ではない日々を送る中でラビス家を訪ねてきたのがダレン・ビッカーズという男だったんです。私はジェイミー君を最後に目撃した人間です。私に何ができるかはわからないですが、ぜひ捜査に協力させてほしいんです。この流れでいくとこのダレンって男が重要人物なのかしらね。こいつの自白だけど最後に目撃した人間ですって言うと確かになんか有力な情報は持ってそうよね。おっしゃる通りで、このダレンという男はですね、事件当日ジェイミー君と丸1日行動を共にしていたというんです。ジェイミーが失踪する前に最後に彼を目撃したと話すダレン。わずか1日一緒にいただけとはいえ、彼とジェイミーの間には他人とは思えない絆が生まれていたというんです。ジェイミーが姿を消してしまう当日5月5日の午前10時半、バス運転手のダレンはオープンショーの街のアッシュトンオールドロードのバス停にバスを止めました。ここでバスに乗ってきたのがダークブルーのポロシャツを着た小柄な少年ジェイミーでした。このバスはマンチェスターまで行きますか？運転席のすぐそばに座りダレンにそう尋ねたジェイミー。それは運転手と乗客として何の変哲もない会話に思えましたが、バスを走らせるうちに2人は打ち解け、ジェイミーは目的地を過ぎてもバスに乗り続けたというんです。ぼや、運転席に座ってみるか？本当に？やったー！ジェイミーはそこから運転席に座らせてもらったり、乗客に切符を配ったり、ダレンの手伝いをしながら一日バスを遊び場にしていたといいます。そしてそれは夜になり、ダレンが仕事を終えて家路に着こうという頃、ジェイミー、そろそろバスを降りてもらわないといけない。ダレンがそう投げかけると、ジェイミーは寂しそうな顔でこう言いました。今日はパパとママが迎えに来れないんだ。ここから一人じゃ帰れないよ。ダレンの自宅はジェイミーの家から3本隣の通り。ダレンは自宅までの道を少し迂回して、ジェイミーを家
まで送り届けることにします。この後自宅前でバスを降りていく姿がジェイミーが目撃された最後の姿となってしまったんです。ジェイミーが姿を消した5月5日、確かに彼を自宅まで送り届けたと話すバス運転手のダレン。しかしジェイミーがその日自宅へ帰ることはありませんでした。ダレンは自分が家まで送り届けたはずの少年が行方不明になったという報道を知り、責任を感じて両親を訪ねてきたんです。そしてダレンは一日仕事を手伝ってもらったり、運転席に座らせて遊んだりしたジェイミーのことをもはや他人とは思えなくなっていました。捜査に協力させてください。真剣な眼差しでジェイミーの両親ラビス夫妻にそう告げたダレン。彼はここからラビス家で暮らし始めるんです。なんでやねん。一緒に暮らし始めちゃったの？捜査の協力とさ、また一緒に暮らすとかどうか別の話じゃない？どういうつもりなのこの男。このダレンという男はラビス家に入り込む必要があったんです。そして一家と生活を共にするうち、このダレンという男の不審点が次々に見つかっていくんです。家族の代弁者。I feel he's still alive. I don't fear the same way the police fear that he's murdered. His family don't. But somebody somewhere knows where Jamie is. ラビス家へやってきてからというもの、ダレンはたびたびテレビ出演するようになりました。ラビス夫妻は息子が失踪してしまったショックで多くを語れなかったため、ダレンは彼らに代わり情報提供を訴えかけるスピーカーの役を買って出たんです。またダレンは事件当日、ジェイミーがどのような行動をとっていたのか現場検証にも協力。自宅にも帰らず仕事にも行かず、生活の全ての時間をジェイミーの捜索に注ぎ込んだんです。最後の目撃者が自分だったというだけで、まるっきり赤の他人のはずのジェイミーの捜査に生活の一切を顧みず協力するダレン。ラビス夫妻はそんなダレンの振る舞いを見るうちに彼を完全に信頼しきっていました。そしてそれはジェイミーが失踪してから3週間後の1997年5月24日、この日ダレンは誘拐の容疑で逮捕されるんです。いきなりなんか怪しい男だとは思ってたけど、証拠かなんか出てきたわけ？実はダレンが話していた事件当日の行動に一部嘘があると分かったんです。きっかけは事件当日、被害者のジェイミーがバスに乗ったアシュトンオールドロードのバス停に設置されていた防犯カメラ。その映像にはバス停にいたジェイミーにダレンが話しかけ、数分話をした後にバスへ誘導する姿が映っていました。一方でダレンはジェイミーが自分からバスに乗ってきたと話しており、映像と証言内容が矛盾していたんです。さらにダレンは事件当時バスの運転手になって数日だったと話していたため、警察はそれ以前の彼の経歴を調査すると、あろうことかダレンには児童への性的暴行の前科があることが分かったんです。そう、動画をご覧の視聴者の皆さんももうお察しのように、失踪したジェイミーはダレンによってすでに殺害されているんです。ダレンはその嫌疑を避ける目的でジェイミーの家族に取り入り、さらに自身もその家で暮らすことで警察の捜査状況を最前線で把握しようとしたんです。怖い。この男怖すぎない？ちょっと遺族の気持ちをもし考えられる人物であれば近くにも行けないわよ。近づけもしないわよ。人の気持ちなんてね、考えてないわけですよ。嫌疑の目を避けられればそれでいいやっていう考えの男だったんです。そしてこの他にもダレンには嘘つきの特徴が次々に現れていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、嘘つきの仕草について。元 FBI 捜査官の大学教授ジャック・シェーファー博士は嘘をついている人の動作の特徴をいくつか挙げています。例えば肩をすくめる際、左右非対称の不自然な形で肩が上がる、話しながら首を横に振るなど。ダレンはインタビューに答えるさなか、話しながら首を小刻みに横に振っていました。首を横に振る動作は否定を暗示するもの。話す時にこの動作を取る人は言葉と考えていることが一致していない可能性が高いとされているんです。ジェイミーをバスの中へ誘い出すところを映した防犯カメラ映像と、児童性的暴行の前科から誘拐の容疑をかけられたダレン。しかし結局これだけでは決定的証拠とは呼べず、彼は間もなく釈放されることに。限りなく不審であるにもかかわらず罪に問えないその状況に警察は苛立ちを募らせるんです。一方でジェイミーの両親はダレンの釈放を祝ってパーティーを開きました。お帰りなさいダレン、疑いが晴れてよかったわ。警察署から帰宅したダレンを笑顔で迎え入れるラビス夫妻。完全にダレンを信頼しきっていた彼らは進展しない捜査状況に焦った警察が無理やりにダレンを逮捕したものと思い込んでいたんです。そして釈放されたダレンはすぐにテレビ局に取材を依頼し、次のように表明しました。 Got nothing to do with the abduction of James Lavis, and I've got the backing of the Lavis family, relations, everybody. なんでよ、もう証言に矛盾出てきてるのになんで両親は疑おうともしないわけ？家族みたいになってたからってこと？家族がね、犯罪を犯したっていきなり言われたら、信じたくないっていうのが人間の差がなんです。
ただこの後ダレンはひょんなことから追い詰められていくんです。決定的な証拠が見つからない状況の中、自ら墓穴を掘っていくんです。少年が眠る場所。ダレンがラビス家で暮らすようになったのと同じ頃、この家にはもう一人新たな同居人が増えていました。それはラビス家と警察の連絡役を担っていた警察官アシフ・フセイン。彼は息子が失踪してしまった家族の付き添いの意味で事件後数週間ラビス家に滞在していたんです。そして実のところアシフは一目見た時からダレンを怪しんでおり、担当刑事に彼が犯人に違いないと伝えていました。警官のアシフがダレンを疑ったのは彼の振る舞いの不自然さを感じ取ったのが一つ。そして何よりアシフは2児の父であるダレンが一切帰宅せず仕事を辞めてでも赤の他人の失踪事件の捜査に協力する姿にそこはかとない違和感を覚えたんです。ただラビス家の人々は警察よりもダレンの方を信頼していました。ある時ラジオのパーソナリティ相手に次のように語ったダレン。事件から数ヶ月が経っても警察は何も教えようとはしない。ダレンはそう言って警察が何か不都合なことを隠蔽しようとしているかのようにラビス夫妻にも日頃から言って聞かせていました。じきに生まれる赤ん坊の名前を君たち夫婦に考えてほしい。そんなお願いができるほどにラビス夫妻と深い信頼関係を築いていたダレン。彼を疑う素振りを見せれば夫妻から出て行けと言われてしまうのは警察の方でした。しかし実は被害者ジェイミーの家族にも一人だけダレンの本性に気づいている人物がいたんです。ある日、ダレンはまだ幼い一人の少年を連れ、オープンショーの町から5キロ離れた森林地帯を訪れていた。その少年は被害者ジェイミーと3歳差の兄。どうだ、お前も吸うか。そう言って少年にタバコを差し出したダレン。まだ11歳のその少年は戸惑いながらもそのタバコを受け取った。そしてひどく怯えた様子の少年にダレンは突然こんな話を切り出す。この森にはお前の弟が眠ってる。俺の言うことを聞かないとお前も同じ目に遭うからな。眠ってるって何？この森に遺体を遺棄したってこと？そうなんです。ダレンにとってこの森は犯罪とかそういうのをやる御用達の場所だったんですよ。そして彼がジェイミーの兄にだけ真実を明かした理由とは？被害者ジェイミーの兄弟は全部で3人。その中でダレンはジェイミーと一番年の近い兄にだけ異様な興味を示し、彼に新しい自転車や靴などをたびたび買い与えていました。それは何を隠そう、ダレンの性的対象がその年頃の男の子だったから。ダレンはジェイミーの兄を手なずけて森林地帯へ連れ込み、いつかは犯行に及ぶつもりでいたのかもしれません。このほかダレンはたびたびテレビ出演し、事件の情報提供を訴えていましたが、このことも彼にとってあだとなりました。ダレンはジェイミーの兄の他にも10代の少年を3人森林地帯へ連れ込んでおり、テレビを見たその少年たちが森へ連れて行かれたと名乗り出たんです。これらの情報を得た警察は少年たちが連れ込まれたと話すレディッシュベイルの森林地帯を徹底的に捜査すると、事件当時ジェイミーが着ていたダークブルーのポロシャツが発見されたんです。そしてポロシャツの中には小さな骨の破片が、その他森林地帯からは粉々になった骨が多数見つかりました。 DNA 鑑定の結果、森林地帯で見つかった骨はジェイミーのものと判明。1997年10月14日、警察はその遺骨と複数の少年の証言をもとにダレンを再逮捕するに至ります。ラビス夫妻はこの時初めて5ヶ月も家族同然に暮らしてきたその男の正体が息子を殺した犯人だったと認めざるを得なくなったんです。息子を探すため身を粉にして動いてくれたダレンの振る舞いが全て偽物だと分かった際の夫妻がどれほどの衝撃を受けたかは想像に難くありません。そんな状況の中、裁判の席に立たされたダレンはここでもまた驚愕の発言をするんです。ジェイミーを殺害したのは彼の父親ジョンです。彼は奥さんや子供たちに暴力を振るっていた。僕はよく知ってるんです。さらにダレンはジェイミーの母カレンと自分が不倫関係にあったなどと何の意味もない嘘までつき始める始末。最終的には証拠や証言の数々に追い詰められて罪を認めますが、その際に語った犯行動機も到底事実とは思えないものでした。ジェイミーがバスの販売機にいたずらをしたので殴ったんです。そしたら荷物棚に頭をぶつけて死んでしまったので隠蔽しました。警察は彼の供述は全て虚偽であり、本当は森林地帯で性的暴行を加えた末殺害してバラバラにしたのだろうと推測しています。1999年4月22日、第1級殺人の罪に問われたダレンに下された刑は最低25年仮釈放なしの終身刑。2023年には仮釈放の審査が行われていますが、再犯のリスクが高いとされ却下されています。最愛の息子を殺害した犯人を信頼し生活を共にしていたラビス夫妻、誰よりも憎むべき相手を信じ裏切られてしまった彼らの心の傷はたやすく癒えるものではないでしょう。そんな中でも母カレンは今を強く生きようと前を向いています。最後に彼女の息子への愛の言葉でこの動画を締めくくらせてください。人生におけるどんな貴重な贈り物よりあなたという息子を持てたことが一番大きな贈り物でした。あなたの笑顔は永遠に消え去り、あなたの手に触れることは叶わない。でも私は愛する息子の思い出を決して失わない。
女子生徒が自殺してもいじめはない、ただの悪ふざけで済ませる教師。その学校に本当にいじめはなかったんでしょうか。2019年6月23日、北海道旭川市。その日の早朝、ある中学校の一室では一人の女性と教頭が向き合い、深刻な表情で話をしていました。これが娘のスマートフォンです。なるほど、こちらを証拠に詳しい調査を進めさせていただきますね。女性が机にスマホを置くと、教頭はその画面を一枚一枚写真に収めていきます。画面上に映し出されているのは一人の少女の裸の写真。少女はこの学校へ通う生徒で、写真は他の生徒たちから強要されたもの。そう、彼女は深刻ないじめに遭っていたんです。そしていじめに耐えかねた少女はこの前日に川へ飛び込んで未遂。母親が警察へ相談しに行くことを告げると、教頭は先に学校へ寄ってほしいと彼女を呼び出しました。一通り証拠の写真に目を通し終わった教頭、彼は少女の母親にまっすぐ目を向けると、確かにこう言ったんです。これは単なる悪ふざけですね。いじめで命を絶とうとした少女の母に単なる悪ふざけと吐き捨てた教師。大人たちが誰も取り合おうとしなかったその事件の真相とは。少女を追い詰めたのは聞くのもはばかられる数々の行為と、教育者としてあるまじき責任逃れだったんです。